真っ白。いい感じですね。今僕の視界はねこんな感じです。うわっ、いやこれ机も欲しかったですね。ここでデスクワークしたかった。いやこんな感じになってますね。今日最高なんですよ。今日はですね、小潮なんですよね。小潮なんだけど意外に干満の差がちょっと大きいみたいで、船の中潮ぐらいありそうな感じですね。11時半か12時ぐらいかな。満潮が4時なんですよね。それでも140センチぐらい。もうずーっとここにいられる感じですね。この子いいですよ、この子ってほら、めちゃくちゃ気持ちいい。長崎県五島列島のね、五島の塩サイダー、お客様からいただきました。ありがとうございます。いただきます。五島の塩サイダー。やっぱ塩サイダーってみんな塩の味しますね。うまい。僕 YouTube でよく見る映像が錆だらけになったボロボロのもう放置されてる車を、ヴィンテージの車をね直すやつとか、もうサビサビの斧とか包丁とか、そういうものをね直していくような、ピカピカに直していくような映像、結構海外のにいっぱいあるんですけど、そういうの大好きなんですよ。そのね車のをね昨日見ててちょっと思ったんですよね。結構新品の部品に変えていくじゃないですか。これ結構新品に変えてったらもうなんか意味なくないみたいな感じがして、その辺ちょっとネット検索してみたんですよ。何%ぐらいまで交換
OK なのか、その元の車って言えるのかなって。そしたらギリシャの昔の哲学者の話、テセウスの船っていう言葉にちょっと行き当たって、まあ皆さんは知ってるかもしれないですけどね、僕初めて聞いたんですよ、テセウスの船っていう言葉。ある物体のね、部品が全て入れ替わったらそのものとはもう言えないんじゃないかみたいな、テセウスの船も、ギリシャ時代の木造の船ね、保存する、魚が跳ねてる、維持のためにいろいろ部品変えていくと、もう全部の部品変えることになって、でもう元々の船とは言えないんじゃないかっていうね、そういう話って同一性っていう言葉の範疇らしいんですよね。お、すごい跳ねるな。なんだろう、車とかね、船だったら、ある程度品番が残ってればその同じ車って言えるらしいんですよ。車体番号とかですよね。であとフレームが残ってれば OK とか。だけど飛行機は主翼は交換できるけど、胴体部分を交換してしまうともう別の飛行機ということになるらしいんですよね。で掘り下げていくんですね。見てると人間の体の細胞って10年以内には全部入れ替わるらしいんですよ。だから皆さんの体も子供の時のままの細胞は今一つもないっていうことなんですよね。ざっくりね、10年1回で考えたら、もう僕はもう5サイクル目の体になってるわけですよね。それでもね、僕は僕じゃないですか。台風ですよね。台風に名前がついてて移動していくんだけど、空気も水分も全部入れ替わって移動してるらしいんですよ。同一性としてどうなのかっていうね、疑問が残るらしいんですよね。で台風が消滅した瞬間にまた別の台風が同じ場所で発生したら、それは同じ水分と同じ風と言えるから同じ台風じゃないかとかね。ちょっと哲学がちょっと考えすぎじゃないですか。僕もちょっとね、人生考えすぎてね、めいっちゃうことがよくあるんですけど、そこまではないかなみたいな。なんとかクレイトスの川なんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、古代ギリシャの人がね、同じ川に入ることはできないって言ってるらしいんですよ。水が常に流れていってしまうから。日本でも大昔のほら作家かなんかの鴨の長明っていう人が、同じような意味のことを言ってるらしいんですよね。みんな大昔からよく考えるなと思ってさ。今ね、真正面にツアー船がいるんですよね。あそこ止まってるんですよ。お昼ご飯でいるのか、お昼ご飯にしてもね、ポイントで止まると思うんですよ。あそこでもね、あそこ俺も散々泳いだけど何もないと思うんだよな。たまたまかな。船がいるとこちょっと気になるけど、あそこに一人で泳いでったらちょっと不審者だから、色が変わるところ、ちょっとあっちの方へ泳いでってみようかな。だけど何にもいなかったね。海蛇に合わなくてよかったけどね。
今日はのんびりしていこう。明日も休みだし、もう2連休って最高ですね。お客さんにいただいた河津桜のビール、桜咲く春風香るお酒です。いく河津桜のビールいただきます。なんとなくね、桜餅の香りがするような気もします。気のせいかな、わかんない。です。次はもう桜の時期に買って飲もう。ありがとうございます。さあこっち側もいい風景ですよ。逆光だからねちょっとよく見えないかもしれませんけど、すごいいい感じなんですよ。台風12号でね、このサスのサトルアイランドのね、形状とかいろいろ変わってしまったんですけど、またね、数年前みたいに平坦な感じになっちゃいましたね。去年がね面白かったですね。去年っていうか台風前がね、やっぱちょっと起伏があった方が楽しいですね。あとね、以前はねもう全て裸足で歩けるふわふわな時があったんですけど、今回はね結構このサンゴの石が結構ね範囲が広くて痛いですね。もう漁産必須みたいな感じになってます。帰りたくないな。あそこに幸せそうなカップルがいる。今1時半ぐらいなんですけど、さっきまでサトルアイランドには7、8名ぐらいは残ってたんですけど、全員いなくなっちゃいました。ビーチには多分20人か30人ぐらいいるんですよ。いや、いい感じなんですけどね。いや最高なんですよね。ただビーチもどこもね、家族連れか、恋人同士みたいな、一人ぼっちなのは私だけのようですね。はい、じゃあ皆さん今回もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、名残惜しいですけど、帰ります。いい色してんね。